肉体と意識が別物と捉えられているところ、皆さん気づきましたか？ダダーン！N 子だよ。今週も始まりましたザ・N 子ショー。週末が来るのも早いですね。皆さんはどんな休日を過ごしますか？この前の休日は夏のお洋服を買いに行きました。N 子実はこれ仕事のユニフォームでして、ちゃんと私服がありまして、夏用の私服を買いに行きました。それでは今週もザ・N 子ショースタート。Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら。この世界に行きたい魅力的な世界観のアニメ。アニメの世界って実際にある場所を舞台にしていたり、日常の中に現れる異世界や仮想空間や仮想世界など、いろんな世界がありますよね。私もアニメを見ていると、こんな世界に行ってみたいななんていうこともよくあるんですけど、今回はそんな魅力的な世界観のアニメを3つ紹介していきます。1つ目の作品はこちら、デジモンアドベンチャー。選ばれし子供たちがデジモンと仲間たちとの関わり合いの中で共に成長していく様子を描いたこちらの作品。子供から大人、多くの層から熱い支持を得ている日本アニメの名作の一つだと思います。この作品の世界観はズバリ現実世界とデジタルワールドの融合。現実世界の東京にも実在する場所と電脳世界であるデジタルワールドを行き来ができる夢のある世界観に、誰しもが憧れを抱いたのではないでしょうか。私も自分のパートナーデジモンや他の仲間たちと一緒にデジタルワールドを旅したり、現実世界で自分のデジモンが楽しく遊んでいる様子を眺めていたいなって思いました。ちなみに私は小さい頃、テイルモンのぬいぐるみを肌身離さず持ち歩いていて、デジモンと冒険している気持ちで遊んだりしていました。皆さんもそんな思い出ありますよね。続いての作品はこちら、オルタードカーボンリスリーブド。こちらの作品はネットフリックスオリジナル実写ドラマシリーズオルタードカーボンの長編アニメ版作品で、実写ドラマ版のシリーズ1から250年前を描いているので、ぜひドラマと合わせて見たい作品です。この作品の特徴は肉体と意識が別物と捉えられているところ。肉体と切り離された意識はスタックと呼ばれる装置に保管され、スリーブと呼ばれる別の肉体に意識を乗り換えることができるんです。人間の体と意識が別物という世界観がとても興味深いですよね。この世界では体を次々と乗り換えることができるので、いつまでも見た目の若さを保つことができちゃうんじゃないかなとワクワクしました。一方で意識はいつまでも若い心を保てるのでしょうか。そんな考察も楽しめる大人向けの SF 作品です。さらにこの世界では私たちの世界よりも技術がかなり発達していて、人類は7つの惑星に移住しています。これほど技術が発達していると、私たちにとって幸せな世界なのか、それとも住みづらい世界なのか、皆さんはどちらだと思いますか？ちなみに私がこの世界に住むとしたら、ドウェイン・ジョンソンさんのような見た目になってみたいです。最後はこちらの作品、食撃の相馬。下町の定食屋の息子である主人公雪平相馬が料理人として成長していく姿を描いたこちらの作品。出てくる料理は気取っていなくて、なおかつどれもオリジナリティがあってとっても美味しそうなんです。思わずよだれが出てきちゃいそうな料理の数々に、私のお腹もずっと鳴りっぱなしでした。他の作品と比べると現実世界に近い世界観ではあるのですが、一番の特徴は
美味しいものを食べた時に着ている服が破れちゃう表現。私も服が破れて裸になっちゃうくらい美味しいものを食べてみたいなぁと羨ましさすら覚えてしまい、この世界の料理を食べに行きたくなりました。ちなみに私がこの作品の中で登場した料理で食べてみたいものは相馬の作った化けるふりかけです。化けるふりかけはですね、鶏さんの美味しさがぎゅーっと詰まった煮こごりと卵とご飯、3つが掛け合わさってすごく美味しくマリアージュする一品のことです。化けるふりかけという名の通り、どんどん味だったり食感が変化していくんですよ。なのでそこがまたご飯をエンターテインメント化していてすごく美味しそうだなって思いました。今日ご紹介した作品は圧倒的な世界観に引き込まれること間違いなしです。皆さんもぜひ見てくださいね。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。Nコイングリッシュ。英語で喋りたくなるアニメの名言を紹介するコーナーです。今回もここぞという時に使えるアニメの名言をご紹介します。それでは行ってみましょう。今回の名言はこちら。Dig in。お上がりよ。目の前の料理にもうダイブしちゃいなよ。自分の顔をうずめちゃいなよみたいな感じの表現になってます。で、発音のポイントは Dig in。D の勢いのまま、そのお上がりよみたいな感じの Dig in っていう感じの勢いをつけるとより発音しやすいと思います。皆さんも大切な誰かのために料理を作ったらこちらのセリフでご飯を振る舞ってあげてください。以上、Nコイングリッシュでした。Nコに質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。Nコ、Are you a fellow gamer? What's your favorite type of game? そうですね。私は、ゲーマーって言ってもいいんじゃないですか？今一番ハマってるのは FPS の Apex なんですけど、FPS は Apex しか遊んだことがなくて、他はもうポケモンスナップとか、スマッシュブラザーズとか、マリオパーティーとか、デジモンとか、なのでいろんなゲーム遊びますよ。Besides watching anime, do you read manga or even watch other VTubers? 好きなアニメがあると、その漫画の原作を買っちゃって続きを読んだりとか、もう一度最初から漫画で読み返したりとかするのが好きです。先輩方の動画に関しては、ライブ配信はもちろん見ますし、その他にも短めの動画とかもよく見たりします。Can I please cosplay you, N コさん？もちろんコスプレをしたらぜひハッシュタグ N_KO をつけて共有してくださいね。Hey N コ、what do you think about Western-made anime titles like Castlevania and Avatar: The Last Airbender? キャスルバニアもアバターも見てます。大好きです。アニメーションであればもう全部 2D、3D 関係なく、海外、日本も関係なく、すべてエンタメであればアニメかなっていう広い心とか広い枠組みの中のアニメが好きです。N コ、when did you start watching anime? Also, is it fun to work at Netflix? 小さい頃からもう物心ついた時からアニメを見てましたね。働くことは楽しいです。本当に同僚の皆さんもすごく優しくていい人ばかりですし、Netflix の前に進むスピード感って言いますかもすごい楽しいですし、何よりも皆さんの反応、を見るのがすごく楽しいです。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、N コに質問コーナーでした。ザ・N コショー。本日もお別れの時間となってしまいました。皆さん、気づきましたか？何か変わってませんか？実は、私の耳、動きます。見てください。この俊敏な動き。前までは
ちょっとチャームポイントを角って言ってたんですけど、ちょっともう耳って言うようにします。今後はこの耳にも注目しながら N 子の動画をどんどん見ていってください。それではまた次回お会いしましょう。またねー。